どうも、ベトナム在住の浮地です。今回もね、この株の整備、やっていきます。これね、ハンドルの動きがちょっと重いってことで、まあまあ中油でいけるんだと思います。いや、すっごい硬いぞ。なんだこれ、ちょっと無理。これ使えばね、回せると思います。力かけられるんでね。こうやっていや、いったー。あれ、反対側はボルトがない。1本で止まってましたね。ちょっと嫌な予感するぞ。そんなことない？大丈夫か。やっぱそうだ。いや、違うじゃんこいつは。そういうことか。カブってね、これ19ミリなんですよ。で、普通のバイクはパイプが 22.4 ミリだったかな。で、これ 22.4 ミリ用のやつ入れて、でかくてはまんないから両方ネジ締めちゃうと回んないんだ。で、片方だけだとすぐに緩むから、それを無理くり締めてたんですね。いや、スロットルうちにあったっけな、19ミリの。これ本当はね、カモメハンドルで、映ってんのかな、スライド式なんですけども、映んないか。それはね、ちょっといろいろあってつけれなくって、その後の株のやつに変えてたんですよ。いやー、そういうことか。確かね、これだったはずです。純正部品って書いてますけど、もちろんホンダじゃないです。まあいいや。こいつだよね。K が違うんじゃね。そうだよね。K が違いますね。ワイヤーも切れちゃってるわ。ワイヤー交換か。それあんま使いよね。配線切れてるもんね。配線切れてました。
なんだっけ。こいつをどう取るか。ここでね引っかかっちゃったんですよ。理由は分かってるんですけどね。なんで飽きたかというと、映るかな。映ってないかな。1本だけねささくれ立っちゃったんですよ。これがあるんでね、ケーブル交換します。ケーブルね変えていきます。いつものようにねコピー品ですけども、まあまあ今までもコピー品でしたからね。今までのとね同じ長さだよね。一緒ですね。今までねこれワイヤーインジェクター使ったりいろいろやったんですが、このやり方が結局一番オイルが通ります。しばらくねこれで放置してる間、周りを軽く拭き掃除だけしておきます。ちゃんとね反対側から垂れてきたんで、取り付けなんですけど、ここにねゴムついてますよね。でベトナムで整備してもらうとねこれいつも切っちゃうんですよ。でせっかくねこんなのがついてるのに、なんでわざわざ切るんだろうと思って、私がつけた時はこれつけてちゃんとはめたんですよ。するとですねこいつがすぐに抜けてスロットル側と絡んでアクセルが戻らないという恐ろしい目にあったんで、ここはねちゃんと合にいれば合に従いで、切ってから取り付けします。ちなみにねこれ、抜く時にかなり苦労したんですけど、私通すとこ間違えてましたね。以前ねこれ組んだのも私なんですけど、ブレーキワイヤーとね一緒に通してて抜くの大変だったんで、サービスマニュアル、まあカモメ用のは持ってないんですけど、その後のやつ見るとね後ろ通してたんで、ちゃんとね後ろ側通します。ここをね通しゃいいんですよ。はい、これね今回つけるコーンスロットル、バリがすごいんでね、プラモデルとコピー部品はね取り付け前のバリ取りが大切です。飲むかな。
さあこれで動きはいいんじゃないかな。まだ下つけてないですけどね、大丈夫ですね。じゃあつけていきましょう。さあじゃあケーブルをね取り付けていきます。あ、こいつたちだ。保護チューブを入れて、このゴムがねすぐに破れちゃうんで、これはねいつも新品たくさん用意してます。これってね破れると大雨で水入って結局キャブに水が入ることがあったんでね、まめに変えるようにしてます。ケーブルが変な余り方するよ。もしかして6年前はこれを嫌って前通したのかな。いやでも後ろ通した方がいいよね。下をこっち行く？ちょっとそれは後で考えよう。今日はねもうこれで、始動確認というかアクセルの回転だけ見ましょう。これでちょっと遊び調整やね。よいしょ。なんじゃない？動きはいいですね。でスロットルのゴムをね新しいのに変えます。これがね問題なのが左右がね同じサイズでしか売ってないんですよ。こっちは OK だから反対側ねこいつがゆるゆるになっちゃうんですよね。このハンドルグリップね実は今までついてたやつもシェーが合わないのをこんな風にテープで、ビニールすごい量だなこれでねごまかしてあったんですよね。だからこいつねこのやり方してもすぐにぐるぐる回っちゃって持ち主もねそれで困ってたんで、ちょっとどういう固定方法をするかね、後日考えます。今日はねまた中途半端だけどもこれでね終わりにします。今回ねこのアンドンライトがねつかなかった理由断線してたっていうのが分かったんでね、こんなとこ当社断線しますよね。ここら辺も含めてねちょっと後日またいろいろ対策やっていきたいと思います。なんでね今日はこれで終了です。それではまた。